こんにちは。片付けコンサルタントの高木幸子です。今日は厚手のものの生地が厚い洋服の畳み方をやっていきたいと思います。ボトムスの畳み方いきます。まずシワを伸ばします。そしたら2つに折ります。このつるんとした長方形をここで目指すにはちょっと邪魔な部分がある。ここですね。邪魔ではないです。はみ出てる部分があるのでここを畳みます。それから裾の方を持って少しここを残して1回畳みます。ジーンズとかパンツの場合はこの裾が一番傷みやすいかなということで、裾の方を中に入れるために裾を持って折りたたみます。そして1回折りたたんだらやっぱり1回折った後にここの端とここの端とここの端を合わせるように最後折ります。そうすると自立します。スカートも畳みましょう。私結構でもスカートは吊るしておくことも多いんですけども、畳みたい場合このねビロビロしちゃってどうすんのっていう感じなんですけれども、やっぱり目指すはここの長方形を作りたいわけです。なのでまず折る、ここをまっすぐ線をまっすぐにします。そしたらここの線、あとここの長方形を作りたいのでこうあとは蛇腹に折っていくだけ。そうするとここがもう長方形になりましたよね。なのでこちら側も長方形を作る。折り返してまた折る。そうするとここがもうつるんとしたこのおとなしい感じの長方形になったので、これを持って裾を持ってこう折り込む。そしてもう一回かな、もう一回畳んで自立します。1回折って1回2回でもいいです。これは引き出しの深さに合わせてここで1回2回折るか、これぐらいに折るか1回で終わりにするかですね。まず手アイロンでシワを伸ばします。でパーカーの場合のポイントはこのフードですよね。他の洋服にはない特徴で、このフードをはじめにこのように折りたたんでおきます。わかりますかね。こうフードを潰すというか、よく折り紙で三角折る時のようにこんな風に折っておきます。だいたい身幅の3分の1なんですけれども、ちょっとこういう厚手の生地はもうぴったり3分の1というよりかはここの真ん中のところを広めに取った方が
いいかなと思います。3分の1よりちょっとここをね広めに取る。そして袖をこうなってる袖を反対側にします。それから下に下ろす。そして反対側もちょっとここね3分の1こう重なってもいいんですけれども、重なるとこう折った時にボワってなってしまうので、ちょっと広めに取った方がまとまりがいいです。ぴったり3分の1ではなく、ちょっとここを広く取る。そしてこちらの袖をこちらに倒れている袖一度反対側に折ってから下に下ろします。そしてこの時フードなんですけれども、ここの幅に合わせたいので、この三角になっているフードをここを折り込みます。つるんとした長方形になるので、あとはいつも通り頭の方を持って、ここまでが服なのでここを少し開けてここまで1回折ります。それから引き出しの高さに合わせて1回2回折るとパーカーもコンパクトになります。見ますかね、こんな感じです。でぴったり3分の1で折ってしまうとまあコンパクトにはなるんですけど、モコモコなこう球体になります。これはこれでね、こういう幅の狭いところでこうしまっていきたいときはいいかなと思います。ちょっと幅を広めにするといいです。本当はこれだけ厚いと1回2回折ってこの高さにするより、こう1回折った後もう1回折って終わりにした方がすっきりとまとまります。これ引き出しの深さによるんですよね。次、モコモコのセーター。これも生地がかなり厚いものなので、この真ん中の長方形の幅を少し広めに取りたいと思います。広げて手アイロンして、このねモコモコが好きなんですよね。3分の1よりちょっと広めに取りたいなと。でこちらの袖を反対側に折り返します。そして下に下ろす。こちら側の袖もこっちに持ってきて、反対側に折った後に下に下ろします。そしたら1回2回目でこことここを合わせてと、モコモコのセーターもコンパクトになります。ちょっと分厚いものたち並べてみました。T シャツを畳んだ時はこの引き出しの深さが18センチ前後のものをおすすめしています。そうすると T シャツとかは高さがぴったりに収まります。でもこの分厚い生地たちを18センチのところに入れてしまうと高さがはみ出してしまうので、こういう分厚いものたちの引き出しの深さのおすすめは22センチ前後、高さが22センチ前後あるものがおすすめです。そうすると高さがぴったり収まります。タンスとかだと一番下の段が深さがあるものになってたりするので、そこにボトムスや厚手のものを入れるといいかなと思います。でもそういう深さのある引き出しが足りない場合、厚手のものを18センチ前後の引き出しに入れたい場合はどうするかというと、こういう浅いものに入れたい場合ですね。そういう場合はこの畳んである、いつも通り畳んである1回折った後1回2回折るのがい
つも通りの畳み方なんですけど、これを1回折った後に1回2回3回折ると高さが低くなって、こういう浅い引き出しに入ります。浅い引き出しに厚いものを入れたい場合は、畳む回数を増やす。1回2回3回でちっちゃくする高さを、薄手のものと幅は確実に違ってしまうので、こういうふうに向きを変えてしまっていくのもおすすめです。こうちっちゃい T シャツはこっち側とかなり18センチの引き出しはきついんですけれども、どうしても入れたい、他に入れる場所がないっていう時は、もうこれはこのまま入れて潰す上潰してしまう。だからまあほとんど丸くなるんですけど、楕円になるって感じですかね。楕円のようにして入れてしまう。逆に高のある引き出しにこういう T シャツを入れたい場合は、ものすごい、2段にするっていう方法もあるんですけれども、2段ね、やっぱりね、見えなく、下の段とかで見えなくなってしまうと何があるか把握しにくくなってしまうので、できるだけ2段にするよりかは、ここの1回折った後に、今までは1回2回目でここを揃えてたんですけれども、それを1回だけ折るという風にすると、立たないんですけど洋服がいっぱいあって、こういう深さのある引き出ししかない方は、このままこうちょっと高さを出したものと一緒にしまっていく。だから支え合ってもらう感じになりますよね、他のものと。これだけだと倒れちゃうので、こうザザって T シャツが並ぶようにして、こう他の衣類で支え合って、このように高さを出すのがいいかなと思います。1つ目は手のひらを使うことです。手のひらからこう自分の気持ちを服に伝えてあげる。丁寧にシワを伸ばしてあげてください。2つ目は、服を長方形にする。まずこうどんなね、やんちゃなこう裾がビロビロンって伸びたような服でも、こう最初にこの長方形を作ってしまえばおとなしくなるので、まずその長方形を目指すということで、3つ目は立てるということです。服が立つように畳むということです。これが3つのポイントになります。立ててこうズラズラズラって並んでいるお洋服はすごく可愛く見えるので、ぜひやってみてください。この動画が暮らしをときめかすちっちゃなヒントになったら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではまた。